皆さんこんにちは、なっちゃんこと麻生夏子です。さあ、私は今日は神奈川県の日の出町というところにやってきました。皆さんはスタンドアップパドル、通称サップはご存知でしょうか。今ね、日本でとっても人気のあるスポーツなんですけれども、どんなスポーツかわかりますか？ヒントはこの風景ですかね。わかるかな？今日はですね、その人気スポーツサップを私体験してまいります。なっちゃんがサップを体験するために向かったのは横浜市内を流れる大岡川の桜桟橋。ここで横浜サップクラブの武さんにサップについてお話を伺ってみました。そもそもサップっていうスポーツはどこで生まれたスポーツ？ハワイで生まれて。ハワイで、そうなんです。スタンドアップパドル、通称サップはサーフボードに立ちパドルを漕ぐというハワイ生まれのウォータースポーツなんです。今結構すごい人気じゃないですか。そうですね。人気の秘密って何だと思う？やっぱり手頃な感じで始められたりとか、もう道具も板とこのパドルだけ。もう本当にこの2つだけで。それで例えばもう水辺のシーンでしたら、ここ横浜だと大岡川だったりとか、波がある海だったりとか、あと大きい湖だったりとか、もういろんなところで楽しめると思うんで、もう比較的簡単に誰でも、間口が本当に広いというか、もう若い子から、ご年配の方まで、もうすんなりスポーツそのものを楽しめる、カルチャーになっていると思います。ボードとパドルがあればすぐに始められる気軽さが人気の理由の一つ。普段生きててなかなか水の上から風景見るってないですもんね。全然やっぱり景色が変わる。違いますか？私みなとみらいとかよく行くんですけど、やっぱ違いますか？水の上から見る。全然違います。男性の方だとこれに乗って釣りに行ったりとか、これに乗って釣りに行って、なんかそういうことも楽しめるんで、例えば船では行けないような、ちょっとちっちゃい場所だったりとか、そういうところにもスーッと行ったり。それでは早速乗り方を教えていただきましょう。まずはパドルの長さを調整します。どれぐらいが理想なんですか？こう伸ばしていただいてここがつかめるぐらいですね。はい、これが理想です。理想。でパドルはですね、板を持った時にこっち側でも漕いでこっち側でも漕ぎます。こう刺してお辞儀するだけで腕の力でこうやってしまうともう疲れてしまうし、進み方も良くなるので、こうイメージ的に。そういう意味での体感なのか。そうですね。あとこれも水に入った時にやりやすい。今ちょっと長いので。続いてボードの乗り方。最初は膝立ちと言って四つん這いになる感じになりますので、右左で立つでパドルを持ってもらって漕ぐだけです。そっか、お辞儀をするようにお辞儀。これでもう出れますか？です。こんな簡単なんですか？こんな簡単に出れるんです。だから人気なんですね。そうなんです。やっぱこれが一番の魅力というか、もうすんなり誰でもスッといける。そうですね。私もあんまり運動神経得意良い方じゃないんですけど、これならなんかできそうですね。すごい簡単にいけると思います。わかりました。じゃあ行きましょう。というわけでいよいよ川に出てサップを体験してみることに。今回なっちゃんがサップを楽しむのは横浜市内を流れる大岡川。ここから横浜の人気観光スポットみなとみらいへ向かいます。じゃあまず四つん這いになってここでゆっくり片足から手をついて片足から乗ってもらって、で四つん這いになってもらいます。でパドルを渡します。ありがとうございます。そしたら行きますよ。ちょっとだけ押します。それではパドルだけ危ないかな。いってらっしゃい。行ってきます。待って、すごい間抜けな出航信者の。確かに少し変な格好ですが無事に出発。気持ちいい。この風もいい感じ。風もいい感じですね。まずは慣れるまで膝立ちのままパドルを漕ぐ練習です。やっとちょっと慣れてきた。で
でなるべく板の近くを漕いであげる。しかし漕ぐことに必死なのか全く喋らなくなるなっちゃん。なっちゃん無言になってるよ。なんか難しい。意外と結構。もうちょっと漕いで勢い出るともうちょっと下持った方がいいかな。下持つ。全体的にもうちょっと座ってるからその分。はい。ついつい忘れて無言になってます。すごい必死にやってた。集中できる時に集中した方が全然大丈夫。でもこれはテレビだということを忘れていました。コメントしなきゃ伝わらない。今ちょうど私の目の前ですね、橋が見えてきました。結構これ何メートルぐらいかな。あ、でもこういう風になかなかね、船じゃなくて、しかもこんなギリギリで橋の下通るなんて、あ、橋の下ってこんな感じになってるんだ。面白い。面白いよね。風景を楽しむ余裕ができたなっちゃん。するとここでそろそろ立ってもいいかな。お、立ちます？どうだろう。トライ。運動神経はあまり良くないというなっちゃん。果たして無事に立つことはできるのか。緊張の一瞬です。よし、こんな感じかな。果たして結果は。はい、立て立ったた。ナイス。夏子が立ったそうなっちゃんがあっさりと立てるくらいサップは簡単なんです。ではここから本格的にサップを楽しんでいきましょう。あ、ちょっと余裕が出てきました。周りの景色がね、あ、綺麗なお花が咲いてるなとか、あ、また橋が、今度は青い橋だ。あ、初めて立って渡る橋。余裕があったら間見ると魚いるかもね。あ、いた。いた。鈴木です。鈴木。シーバスってやつだね。しかしここで魚を見たなっちゃんの感想は。お腹空いた。もうお腹空きました。もうお腹空いたの。お腹空いた。朝ごはんがっつり食べたのに。すごい優雅なスポーツ想像したんですけど、割と体育会系ですね。まあでも慣れちゃえば。慣れちゃえば。すげえなんか。でも徐々に笑顔になってきてるよね。徐々にね、やっと笑顔が。最初はこんな顔だったのが、ちょっとやったこんぐらいに。もうとりあえず必死ですよ。落ちないことと、ちゃんと前に進むことと、あとやっぱどうしても結構曲がっちゃうから、それがね。出発して10分後にはパドルの操作にも慣れ、周りを見ることができるようになったなっちゃんはのどかでゆったりとした時を楽しみます。いいね。あ、よかった。お仕事頑張ってください。元気で。もう今日一日ハッピーだね。ハッピーだ。ハッピーだね。ハッピー。進み始めておよそ30分、みなとみらいの風景が見えてきました。目の前に横浜のランドマークタワーが見えてきました。すごい。そしていよいよみなとみらい前へ到着。うわ、ここが一番開けてる。みなとみらいってこんな感じなんだ。すごいよね。超綺麗。なんかとっても開放感ありますよ。出発地点からおよそ40分で横浜の人気観光スポットみなとみらい前に到着。障害物のない水上から見る風景はとにかく美しいんです。はい、ようやく、なんとかですね、ゴールまでたどり着きました。ね、後ろがね、本当にザ・横浜ってすごく素敵な景色広がってますけれども、でしかもそれがこう地上の位置からっていうよりもちょっとこう低い位置からまたこうね見るっていうのもなんかとっても素敵だなと思って、また新たな発見がありました。で、ここからまた帰んなきゃいけないですもんね。そうです。ね、はあ大変。結構大変よ。本当ね、テレビだから可愛い顔して乗りたかったですけど、結構最初険しい顔になってると思いますけど、多分乗ってみたらわかると思う。
どねとっても本当に楽しいです、なんて言ったって景色が変わりますからね。まあまあ愚痴は言わずにまた美しい風景を楽しみながら帰ってください。ちなみにこのサップ体幹が鍛えられるということで特に女性から人気があるそうなんです。そしてなっちゃんは無事に到着です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい汗かきました。いい汗かきました。とってもね今清々しい気持ちです、気持ちよかったですね。今日本当に天気も良くて、そうですね、風もないし波のコンディションも相当良くて、すごいなんか漕ぎやすい、いいサップ日和になったんじゃないかなって思います。横浜ね、私も東京育ちなので、よく来ることがあって、けどやっぱりこうまた全然本当に違う視点で楽しめたし、こうスポーツしながら観光できるってなんかいいなと思って、こうやっぱりこういろんな橋の下を見てたりとか、いろんなところを見ながら気づいたらあんなに景色がいい、もうアーバンな、都会的なもうベイエリアの景色が急に入ってきたりとか、やっぱそういういろんな感動が要所要所にあるのかなと思ってて、人それぞれ感じ方の違う街をこうサップでなんかこう楽しくクルーズするのも楽しい魅力なのかなと思いますね。そうですね、なんかこう普通に歩いてらっしゃる方とかも、こうなんか水の上からだと手振ったらなんか振り返してくれちゃったりとかして、あれなんですかね。やっぱなんかこう親近感があって、そうなんかああいうちょっといつもはない交流だったりとか、なんかまあ普通にね地上で巡るのはもちろんいいですけど、ぜひちょっと観光に来た際にはこういうね新しい巡り方もしてほしいなと。四季折々の大阪のこのサップのクルーズもあるんで、やっぱり日本に来ていろいろねいろんな魅力を再確認してもらえたらいいなと思いますね。そうですね。じゃあ今日はありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした。皆さんもやってみてね。